皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回はですね、将棋を指しました対局の解説編をお届けいたします。戦型がですね、相手の方の四間飛車に対して私がですね、右四間飛車腰掛け銀から急戦を仕掛けました。今回の解説編、一番のポイントはね、やはり右四間飛車腰掛け銀の攻撃力ですね。そちらの方にご注目いただいて、最後までお楽しみいただければなと思っております。はい、ではね、早速解説の方を始めていきたいと思います。今回ね、私が先手番でした、初手7六歩、3四歩、2六歩と、相手の方がね、得意戦法が四間飛車ということでね、私は居飛車を選択しましたね。そしたら相手の方が4四歩と、やはり振り飛車模様の、手ですね。で、4八金に、4二飛車と四間飛車が確定しました。で、6八玉。6二玉、7八玉で、7二玉と、そうですね、ここまで、自然に玉形をね囲っていって、ここが一つね本局のね作戦の肝となる手ですね。4六歩と突きました。非常にね、いろんな指し方があるところなんですけど、穴熊を目指すんであれば7七角と上がって8八玉から9八香、5六から5七銀と上がって、左美濃という手もありますしね。あるいは急戦策でもね、5筋をついて、例えば5七銀、こういう形ですとね、エルモ囲いと言われるね、最近年非常に流行している形ですね。非常に、ここは作戦のね、岐路で幅が広いところなんですけれども、本局はね、右四間飛車腰掛け銀ということで、それを目指して4六歩とね、こちらの歩を突きました。はい。で、4六歩に対して3二銀。で、4七銀と。4筋からね、銀を5六に腰掛ける形がね、この形の肝となります。で、3三角。5六銀。銀の力でね、4筋の形はね、後手の方から動いてくる手に対しては同歩と取っておけばね、すぐには、速攻されるということはありません。5六に対して、4三銀と上がっていきまして、5八金右。5二金。3六歩とね、つきます。で、8二玉。ここでね、4八飛車と回るのが、形ですね。このように飛車角銀で、4筋ですね。後手の方も四間飛車ですので、飛車角銀がいるところなのでね、硬いところなので、それほど簡単にね、攻め潰せるというわけではありませんが、飛車角銀が非常にね、効率よく、協力してね、4筋を睨んでるというのがね、この作戦のね、メリットというかね、わかりやすいところですね。はい。で、4八飛車に対して7二銀と。ここでは9二香とね、穴熊を目指す手もあるんですけれども、こう9二香と上がりますとね、9一玉、8二銀、7一金までのあと3手をね、振り飛車側指さないといけなくなりますね。例えば9二香と上がった時に、3七桂と飛ばれて、9一玉に2五桂。これ一例ですけどね、このような感じで速攻された時にね、とてもじゃないですけど、8二金、7一金のね、あと2手が間に合う感じにならないことが多いですね。ですので、基本的にこの振り飛車側の考え方なんですけど、振り飛車側は、先手がね、急戦模様に来た場合、居飛車側が急戦模様に来た場合は、本局に見られるように、美濃囲いで対応しておくのが、自然なところだと思います。で、7二銀とね、上がっておけば、居飛車側がね、仮に速攻してきてもいつでもね、戦いに、乗じてね、反撃することも可能です。で、7二銀に対して、9六歩とね、突きました。ここも難しいですね。居飛車側は、さらに7七角と上がってね、もうちょっと王様を、居飛車穴熊という形にね、囲う手もあるところです。本局は、9六歩、9四歩に、こうね、8六歩から8七玉、8七銀とこういう形もあるんですが、本局は、急戦を目指すべくね、1六歩とつきました。この歩がね、実は結構地味ながら、居飛車側は大切な手になります。これ後ほどね、解説したいと思うんですけど、こう8をね、ついておきます。で、後手はね、1四歩と受けずに、5六歩とね、5四歩とね、突きました。これが一つね、ポイントの手ですね。5四銀という形も、多いところですね。こう銀が上がりますとね、3七桂と飛んで、こう、銀の形の方が、ここの地点をね、より手厚く、振り飛車側を受けることができるんですが、この形の方がね、場合によってはこの銀がさばきやすくなる場合もありますし、この辺でメリット、メリット微妙なところですね。一例挙げますと、これで仮に1二香ですと、2五桂と飛んで、2四角に4五歩と突くような感じですね。
これは非常に難しいですね。これも定石書にたくさん出てるような変化ですけどね。銀がこういう形の方がいいのか、上に上がってる形の方がいいのかっていうのはね、善悪は微妙ですね。こちらの方がはっきりいいですとかね、こっちの手はこの形がまずいですってことはないですね。ちょっと好みみたいなところもあるんですけどね。若干5四歩の方が、守備的と言えるかもしれませんね。やはり銀が下でね、受ける形になりますんでね。はい。で、5四歩とついた、手に対して3七桂と私は飛びました。でね、2四歩とついたんですけど、結果的に見るとこの手はどうでしたかね。すみません、香車割り下ですね。ここで2四歩とつかずに、1二香と上がっとく手の方が、手としては自然ですかね。で、2五桂と飛んだ時に、この場合はですね、2二角と下に引く方がいいでしょうね。先ほど5四銀型ですとね、2四角という話をしていたんですが、4三銀型ですとね、4三銀5四歩型ですと、2四角には4五歩と突かれてね、結構ね、受けがシンプルに難しいんですよね。銀がやはり下なのでね、むしろ角を下に引いて、4五歩に2四歩という、こういう形の対抗がね、結構、振り飛車としては有力かなと思います。理由としましてはね、4四歩と取り組まれた時に、同銀とね、こう、受けることができるんですね。仮に4五歩なら、5五銀という感じで、この5四歩を支えに手に乗って銀を進出すると。この場合、銀が5四ですとね、5四で、2五桂2角という形もあるんですが、この場合ですと4四歩とついた時に、この4四の地点のね、駒の枚数が、少ないんですね。ここ銀が下と違って、だから2四歩とついた時に、4四歩とこう取り込んで、2五歩に、例えば同歩とね、こう、桂馬を取られてしまうんですが、この歩2枚でね、場合によっては次2四歩とついて、攻めていくような考え方がね、居飛車としてはできます。はい。ですので、ここでね、本局2四歩というのは、1二香と飛ばずに、1二香というのはこう角道を避ける手なんですけど、2四歩というのは2五桂自体をね、こう防いだ手なんですけれども、2五歩とね、構わずこう攻められて、本局2五歩ついたんですけど、この時に結構ね、受けにくいんですよね。一時こう桂馬を飛ばれる手は防いだんですが、逆にこう歩をね、突かれることでね、勢いがつくような側面もあるんですよね。で、本局はこう2四歩、2五歩って同歩と取ったんですが、他の手がね、結構難しいところですかね。例えば振り飛車の上等手段はこう歩がぶつかったら、ぶつかったところに飛車を持ってくるっていう受け方があるんですが、こうしてしまいますとね、4筋の守りが手薄くなりますから、4五歩と仕掛けられてしまって、とてもじゃないですけど、2五歩から2六歩、こう歩をなっていくような手がね、間に合うような、情勢じゃないですね。この場合2五歩ですと4四歩と取られてしまうのでね。ですので、といってね、このまま放っておきますとね、2四歩と取り込まれて、同角に4五歩と突かれて、何かの時にね、こう2八飛車と回られると、かなりね、角が不安定なんですよね。ですので、2五歩に実戦は同歩と取ったんですが、同歩のと取るのであれば、やはり桂馬を飛ばれてしまうので、香車を上がっ取りしていた方が良かったかなと思いますね。実戦は2四歩、2五歩、同歩、同桂という形になったので、香車1手上がる手が回ってないですよね。むしろ先手に手順に先に攻められてしまって、桂馬を1手早く飛ばれてしまったような、感情になっております。で、実際に2二角と。2四角と出ますとね、やはり4五歩の時に、受けがね、4四の地点が、この形でしたら、すみません、この形でしたら銀がね、上がってた方がいい形ですね。実戦は同桂に、2二角とね、引いたんですが、次の手がね、2四歩と垂らした手が結構厳しい手なんですよね。直接2三歩とね、打って3一角で、4五歩とこう攻める手もね、有力ではありましたね。本局は2四歩と、垂らしてね、歩成りを狙いました。これ歩成れちゃうとね、たまったもんじゃないんで3二銀と引いたんですが、こうね、歩を打って銀を引かしたことによって飛車の横利きがね、止まるので、4五歩という手が、気持ちのいい手ですね。で、この右四間飛車腰掛銀ですね。この急戦の非常にいいところはね、やはりこう飛車角、攻めの飛車角銀桂が、理想的にね、こう協力する形を作れるんですよね。こう飛車角銀で4筋、そして桂馬が補助という形で、非常に見た目もね、シンプルで、破壊力のある、すみません、指し方だなと言えると思います。で、4五歩に対して3三桂と。ただこの3三桂はね、最善の、
一手だったと思いますね。この今現状この角銀が非常にね、守りとして振り飛車側として足を引っ張ってるというかね、受けにくくなってるわけですね。4五同歩ですと当然角をタダで取られてしまうので、この形をねなんとかしてほぐさないことにはね、振り飛車側はさばけないということで、3三桂とね、遊んでいる自分の桂馬と威張っている先手の桂馬で交換してくださいという手です。で同桂成に同角と取りまして、少しね安定しましたね。で、単に4四歩もね有力でしたが、一回ね私は2三歩成と成り捨てました。単に4四歩ですと2四角と取るような感じになって、これもねここで4三歩成となっていくような手も先手は居飛車側ね有力だとは思うんですが、実戦は、さらにねちょっと得を目指してね歩を成り捨てました。でこれはもちろん同銀なんですが、銀をこう4筋のね守りから薄く剥がしたところで4四歩と取り込みました。これでもし仮に2四角という手なら、はっきりね銀がこちら側に行った形がね中央に4筋側がね薄くなっていることがねお分かりいただけると思います。実戦は3二銀とね、相手の方こう4筋を補強したんですが、これですとね一手やっぱ成り捨てたのがね一手の価値として非常にね大きかったかなと思います。そして4五銀と出ていってね、ここは非常にやはり好調ですよね。はい、この銀の位置ですね。居飛車戦でもそうなんですけれども、攻めの銀の位置というのがやはり形勢においてね一つの考えるポイントになりまして、先ほどね仕掛ける前の段階ですとね4段目対3段目という構図、場合によっては出てくれば4段目対4段目という構図だったんですが、現局面ではこうね 4に大きな拠点がありまして、さらにその下にね銀が入り込んで非常に安定した銀ですね。安定した銀に対して振り飛車側はね2段目の3二に押し込まれていますから、この銀のね活躍度ですね、なんですかね、存在感的にも先手が優勢かなと思います。で次に先手はね3四銀あるいは5四銀とねさらにこう銀が出てくる手があるので、振り飛車側はここで勝負手ですね。4七歩と。でですね、こう解説が前後したんですが、仕掛ける前の1六歩という手が大事だよって言ったら、こういった時ですよね。この1六の歩がついてないですと、1五角とね、いつでもこう出る手があるんですよね。ここまでの変化は2五歩同歩同桂の時にもあったんですけれども、腰掛け銀、右四間飛車腰掛け銀というのは、振り飛車側に1五角と、こう、角をね、飛車取りで出られる形、あるいはこういうところに桂馬がいることが多いので、こうね、狙われる形は非常に多いです。ですので、王様からね、遠くてちょっと指しにくいんですけど、一手ね、1六とついておくと、こうね、パッと出られるという嫌な手をね、指されないので、ちょっと解説が前後しましたが、1六歩という手は、一回ね、ついておくことをお勧めします。で、この角は、2四に出てもね、しょうがないので、実際はね、4七歩という反撃に来ました。これ手筋の一手ですね。こういった嫌なとこですね。こう駒が上ずったというか、駒が前に出た裏側に、こう闇をね、つけていくと。で、同飛車。で、5五桂とね。こういう手は気持ちのいい桂打ちですね。先手の相手の駒を止めながら、中央に打ってね、攻める、飛車取りということで。はい。これで慎重にね、先手も考えないといけないですね。飛車を逃げる位置が、もちろん飛車を取らないといけないんで飛車を逃げるんですが、2筋に逃げるか、縦に4筋で、逃げるかですね。4六飛車というのも桂馬のこう利きの上に逃げるのはね、やってみたいんですが、2四角という手がちょっと気になるところですね。こう先手でやっぱり飛車取りで、これで逃げますと、例えばですけどね、4六歩と垂らして、4七歩成を狙ってくるような手が、ちょっと嫌な形になりますかね。はい。実戦は2七飛車とこちらに回りました。縦に引きますとね、4七歩とまた押さえて、これもね、先手がね、居飛車が苦しいということはないんですけど、ちょっと嫌な形ですかね。本当は2七に回りまして、これで4七歩はね、ちょっと空振りという形なので、振り飛車側は4四角と勝負してきました。ただ飛車がね、こちら側にずれたことによって、4四角というね、さばきが生じています。同銀、同飛車と。そうですね、地味ながらこの次の手が大事な手ですね。シンプルにいくならこう飛車を2二飛車成となって4三銀に1一竜と入るんですが、これもね居飛車が悪いというわけではないんですけれども、4九飛車成となられてみると、この桂馬が結構嫌な存在なんですよね。
次に例えば4七桂成、6八金より5八銀のようなね、まあこう成り駒の種というかね、こう攻められる形が残るわけですね。もちろんこう2二飛車成とねなりたい気持ちはあるんですが、この場合慌てずにこの5六歩とね、この桂馬を取りに行くのが長い目で見てね一番安全な指し方になります。ここに飛車がいて、さらにこの角が飛車を睨んでいることで、この桂馬がもう確実に取れるんですよね。本場は6七桂成と捨てたんですが、仮にね、飛車を成っても取ってしまえば、まあね、先ほど4七に桂馬を成られたことを思えば非常にね安定して指すことができます。実戦は6七桂成とこちらになりました。この時ちょっと迷いましたね。実戦編の時もあったんですけど、金で取るか飛車で取るか、どちらもあるところですね。本局は飛車で取りました。そして、4九飛車成となりましてね、はい。で、1一角成と。大きな駒の交換がね、続いてるんですが、先手の方がね、やはり駒得ですね。後手の方は銀を取ったんですが、先手は、角桂香をね、手にしてますので、現在の駒割り的には角桂香と銀の交換ということでね、かなり先手が得しております。しかしね、次の、振り飛車側の手はかなりね、筋のいい手というか、ぜひね、皆さんに参考にしていただきたい手ですね。4四歩と。この手は非常に感心しました。なかなか指せる手ではないんですよね。こう、飛車角が成り込んでね、よくこういう局面になるんですが、やはりね、こう、馬を、例えば先手の番に次になりましてね、7七馬というような、こういう形に引かれてしまうとね、ものすごく硬くて、もう手が出せなくなるんですよね。ですので、もちろん香車を取りたいとか、攻めたい気持ちはあるんですが、じっと一回我慢して4四歩と打つ。こういう手がね、指せるようになると、かなりね、勝率も上がってくる。有段者の手ですね。これなかなか、こう、馬の利きを止めるだけに歩を打つっていうのはね、一手もったいない気がどうしてもしてしまうので、なかなか指せないんですけれども、こういう手が地味にね、大きい手なんですよね。で、逆にね、あとはね、4四桂みたいな手も消してますしね、非常にこう、なんていうんですかね、この手は本局で非常に感心した手ですね。はい。形勢的にはね、やはり先手が、優勢は優勢なんですけれども、こういう手がね、逆転につながってくることも、将棋ではね、よくあります。で、逆にこういう手をやられた側のね、先手側の考え方としましては、こう止められた時には、よくね、解説で、将棋の対局とかでもあるんですけどね、一手には一手という言葉がありまして、こう止められた手に対しては、止められた馬を使うというのが、損のない手なんですね。2二馬と引きまして、銀が取れればもちろんいいですし、4三銀と逃げたんですが、実戦はですね、で、1三馬と使えば、こう止められた一手を、一手でまた馬を使えるようにしておくということで、この局面ね、先手が優勢ですので、こういう手がね、損のない手になるわけですね。一手には、この3手ですけど、一手というような考え方です。馬を止める手には馬を使う手ということで、こうやってね、バランスを取っていくと、優勢な方としてはね、間違いのない感じですね。はい。で、1三馬と使いました。ただね、7七とかこちらに引かれるよりは、玉がね、やはりちょっと馬が使いにくいところはあると思います。で、1九竜と取ったんですけどね、この手はね、危険な手なんですけど、他の手もね、難しいですね。馬をこう、食い止めたかったんですけど、使われてしまったので、1九竜とね、香車を取ったんですが、この局面でね、先手にね、次の一手のような攻めがありましたね。7四桂と。この手がね、狙いの一手なんですよね。いきなり、ね、飛び蹴りのような手なんですけれども、これは同歩と取りますとね、王様の小瓶が開きますので、この馬を4六に引くと、ここまで来るとはっきりしますね。王手、竜取りのぴったりとしたね、決め手です。仮にこう6四香とね、一見飛車取りで打てても、竜を取ってしまえば、香車はね、動けないですね。で、これでやっぱり竜を取ってしまえばゲームセットになります。ですので、7四桂に対してね、9二玉とね、王様引くと8二角で詰んでしまいますので、9二玉と逃げたんですけどね、美濃囲いでここに桂馬を打つ形は、いわゆる美濃囲いの泣きどころでして、非常に厳しい手になることが多いですね。はい。で、9五歩と、端玉には端歩です。で、9五歩に対して1八竜とね、これは一回馬をね、引かれた時のために竜の位置を調整した手ですね。で、9四歩と取りまして、7四歩と。邪魔なね、
打たれた桂を消したんですが、9三歩成となりまして、同桂に9三歩、9四歩と。まあ7四桂一発打ったことでね、その桂馬は取られてしまいましたが、一気にね、後手の美濃囲いが危ない形になったのがね、お分かりいただけると思います。9二玉と8二玉と逃げたんですが、9三歩成となりまして、まあ結構ね、先手角桂桂香と、今日駒を結構持ってますからね、厳しい攻めですね。同香ですと、同香成と取って、同玉に、まあ角桂桂香香、角桂桂香香持ってますよね。8五桂と打っていくと、まあどこに逃げてもね、角を打ったり桂を打ったりということで攻めが続いていきます。実戦は、9三歩成とね、桂を取った手に対して、後手は7一玉とね、まあ、この方が粘り強い手ですね。そして私8六桂と打ちました。この桂打ちはね、7四にこう桂馬が来る形でやっぱり常に急所なんですよね。後手の王様が6二玉とね、こちらからこういうルートですね、逃げようとしているので、7四にね、桂馬を持って6二に逃がさないようにしようということですね。で、相手の方8五銀。ただ相手の方も非常に粘り強くね、決め手を与えずにね、頑張っているんではないかなと思いますね。で、私は6五飛車と。まあ、ここがまあ、一番、なんていうんですかね、相手の方も最後のチャンスがあったかなというところですね。まあ、実戦は7六銀と出たんですが、まあ、この手はね、攻めとしては竜と銀ですごく迫れるんですけれども、ここではね、8六銀と、まあ、桂馬を取ってしまいまして、まあ、同歩とね、先手は取るんですけれども、そこで6四香と。この展開でしたらね、まあ、居飛車が優勢ですけれども、まだチャンスはね、振り飛車側にもあったかなという気がしますね。まあ、先手ね、この対局編の時にも言ったんですけれども、王様の近くに飛車がいますので、この飛車を攻められる展開はね、先手としては一番嫌なところなんですよね。例えばこう飛車取りで、じゃあ飛車を逃げましょうって言ってもね、6六桂と打つような手もありますし、シンプルにね、6九香成となられても、まあ1八に竜がいますからね、非常に怖い形ですよね。飛車を攻めながら、自陣も攻めるというね、いう形、攻められるという形になるのでね、これでしたらまだ、まあ先手はね、局面は優勢ですけれども、チャンスは、後手の方にもね、チャンス、あやがあったかなと、形勢的にね、チャンスはあったかなと思います。実際7六銀、まあ部分的にはこちらの方がね、やはりこう飛車を攻めながら王様を攻めて厳しいんですが、7四桂とね、ここに飛んだのが、まあそれにね、勝ると思ってないというかね、それに勝る厳しさでしたね。ここに桂馬が来る形がめちゃめちゃ厳しくて、まあ、次に8二との詰めろなんですけれども、シンプルなその詰めろがね、受けにくいですね。飛車を取る余裕がないのでね。まあ、実戦は、この、7四桂に6二金と立ったんですけどね、これ辛い受けですね。桂馬の利きに、金が逃げてます。で、8二と追い打ちをかけまして、6一玉に、6二桂成と、同金。そして、2四馬とね、馬を引きまして、と金とね、馬の、まあ、攻撃態勢ですね。まあ、飛車を取られても、取られた瞬間に、金を打つといえばね、詰みという、仕組みになってますのでね、飛車を取られる、飛車取りにはなってますが、飛車を取られるまでは、この飛車がね、先手の受けによく効いてますから、この飛車を取られる一手の間にね、仕留めてしまえばいいという速度計算になります。で、相手の方は5一香と。まあこれはね、頑張った手なんですけれども、まあ実戦でね、ここで詰みがあるかないかを非常に考えたんですね。まあ必至をかける手はいっぱいあるんですけどね。速度計算的には繰り返しになるんですが、こう飛車を取られた時に詰ませられればいいという計算になるので、まあ例えば具体的に言うと、まあベタっとね、4二金と打つような手もあるところですよね。飛車を取れば、5一金で詰みというね、形であります。まあ実戦はちょっと5三桂とね、まあちょっと詰ましにいけないかなという手ですね。これは同香ですと5一金で詰みでいいんですけどね。まあ、あと同金ですとね、まあ、これもちょっと対局中で口頭にいろいろ言ってたんですけど、7二と取って同玉に7三歩と叩いて、まあ持ち駒角金金香と持ってましてね。でここに馬がいるので、同玉ですとね、5一馬と王手で香車を取って、ここに飛車がいるのでね、馬と飛車の挟み撃ちで詰みそうな局面で、玉がこう逃げますとね、7一角と打つような感じで、
まあちょっと詰みそうというかね、まあ詰みもありそうかなというところなんですけれども、まあ実戦はね、5三桂に対して、相手の方が、まあ5二玉と逃げたんでね、まあこれも4二金から詰みそうなんですけれどもね、まあ着実に、3一角と、必至をかけました。この時、実戦編の時も言ったんですけれども、長い詰みよりね、短い必至という言葉が、まあ将棋界にはありまして、まあ超手数の詰みをね、読み切るのが、まあもちろん詰みがあれば、一番それが詰みというね、間違いのないところなんですけれども、長い詰みというのはやっぱり読み抜けがあった時、何か錯覚があった時にね、取り返しがつかなくなることがあるので、長い詰みをね、読み切るよりは、まあこの3一角とね、1手打てば、もう明らかに受けがありませんというね、短い必至という、長い詰みより短い必至の方が確実だよって言葉がね、あったりします。で、まあ、こう、次に4二角成の詰めろで、これがね、受けがね、難しいですね。桂馬しかないのでね。まあ実戦は5三金とね、まあ取ったんですけどね。4二角成となりまして、4二角成、6二玉に5一馬とね、取ったところで、投了となりました。そうですね、投了図は分かりやすいですね。一手詰めです。5二4に馬がいますので、5一馬は取れずに、8二と金がいるので、逃げる場所がないということでね、投了もやむを得ません。はい、いかがだったでしょうか。戦型がですね、四間飛車に対して腰掛銀からね、右四間飛車に組みましてね、まあ、非常に破壊力、攻撃力のある作戦であります。まあ、そういったあたりね、今回の解説でね、お伝えできたんではないかなと思っております。皆さんもね、実践でお試しいただければなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さようなら。